パンですって今。大物かな。大物だね。逃がさないように。Un pez grande. Wow, 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 wow. わー今日は魚のさばき方を息子に実践してもらって私が説明します。喉の方に切り込みを入れ、血抜きをやりやすくするために指を入れてエラを剥き取ります。包丁をエラの上の方から頭の方に刺して神経を分断して締めます。血を洗い流しましょう。包丁もまな板もきれいに洗います。鱗を取り除きます。尻尾側から頭に向けて上下に小刻みに動かすのがコツです。専用の鱗取りを使っても構いません。反対側も同じように鱗を取ります。頭の上の部分を切り取ります。エラの脇から下に切り離していきます。お腹は内臓を傷つけないように上の浅い皮の方だけを切り取ります。頭を取り外せば内臓をきれいに取り除けます。
頭や骨の部分はスープの出汁を取るのに使えます。お腹の皮を切り取ります。浮き袋を切ります。洗い流します。匂いが残らないよう包丁やまな板も水で一度洗い流します。背中に筋を入れ、尻尾に線を入れ、お腹側も線を入れます。背中から2、3回に分けて中間ぐらいまで少しずつ背骨に沿って切っていきます。次はお腹側も少しずつ切っていきます。あばら骨を断ち切ります。ハサミを使うと簡単です。1枚切り離して2枚おろしにしました。反対側も同じように切って3枚おろしになります。背中に筋を入れ、尻尾に線を入れ、お腹も切ります。背中から背骨に沿って数回に分け切り離していきます。お腹も同じように骨に沿って切り離していきます。あばら骨を切り離して、これで3枚おろしになりました。その他の内臓や鱗なども土に埋めれば肥料となり再生されます。あばら骨を突き取ります。お腹側はテラピアや小さい魚は硬いので切り落とします。もう片方も同じように。
洗い流します。最後の仕上げは私が引き継ぎましょう。皮を引いて取ります。これでテラピアの切り身ができました。冷凍保存して必要な時、天ぷらやムニエルの食材としても良いですし、このさばきたて新鮮なうちでしたら刺身やなめろうなどにすることができます。テラピアはタイのような食感でコリコリ美味しいですよ。ではまた。ノスベモス。チャウチャウ。